皆さんが気になってること、気になってるでしょ。早く言えてケツですね、ケツ。シートが約7時間僕が走って痛くなったのかならなかったのか、どっちなんだい。スズキ GSX S1000GX を検討中の皆様、マサチャンネルのお尻が7時間乗って痛くなったかどうか、いきますよ。よろしくお願いします。おはようございます。おはようございます。車両のちょっと一周ぐるっと回って、はい、確認をお願いします。はい、今これ一人、二人乗りモードをもう一回やると、上がった。でもう一回二人乗りってやるとまたちょっと、うわ、すげえ上がってるぞ。うわ、すげえ上がった。全然違うじゃん。全然違うんで、これをオートにしてもらうと適正なものに変わってくるので、楽しく。柔らかいのにね。そうなんですよ。シート自体柔らかいんですよね。これずっと触った感じはこれは楽ちんだぞと思って。そうですよね。日光まで行ってきたら。よし、それではですね、いつもお世話になっております。元奥レンタル大宮差し置き店からですね、今日お借りしているのは GSX S1000GX です。これ気になってる人いるんじゃないかな、結構。でね、830mm っていうね、このね、シートコーですよね。ちなみに僕が乗っている VFR800X は800、ローシートにしたら815ですね。それよりも少し高いんですが、さっきエンジンかけましたけど、4気筒のこっちエンジンが。使い方教わりました。はい、教わりました。なんかね、シートが僕の VFR800X より細いんですよ。だから、はいはい、僕の815だと思うんですけど、シート高が。こっち830なんですけど、こっちの方がつくかも。ちゃんと絞れてるんですね。そうですね。いってらっしゃい。行ってきます。行ってきます。なるほど。これね、ポジションは非常に僕のバイク VFR800X にね、ほんと似てますね。もう上がりやすい。4気筒のね、大きいエンジンが下にこうドーンと構えてるわけですから、低重心であることは間違いないですよね。やっぱこうアイポイントがめっちゃ高い。なんかね、今 B モードでスタートしてるんですけど、そんなに唐突にトラクションがドーンってかかるわけでもなく、なんかいいよさっきのね、初っ端の U ターンスタートって結構やっぱり緊張するんだけど、そんな感じもなかったし、誰かレビューしてたと、ちょっとレビュー動画もちょっと見たんですけど、あれよね、ステップ位置がね、すげえ邪魔な位置にあるっていうレビューが多かったけど、確かに、曲がりやすいわ。やっぱね、230キロ台じゃないですか。で、僕の VFR800X って250キロ以上あるんですよ。なのでね、やっぱりさっきのちょっとこう曲がったところとかも、すごい軽いですね、こっちの方が。で、僕の身長でポジション的には、ほぼほぼ直立ですね。もしかしたらちょっとなんですか、こう前に倒れてる感は感じるかもしれない。僕の VFR800X よりもしかしたらちょっ
と遠いかな。逆か、ちょっと近い感じが、近いのが低い感じがするのか。ただ絶妙なポジションですね。これは絶対使えない。お尻がね痛くなるかどうかだよね。やっぱ自分の VFR800X も結構ケツ痛くなるんだよな。いや止まりやすいね。でバイワイヤーなんで、なんだろうね、これアクセルのこの初期のこの月みたいのをすごくぼかしてやるから、こうなんだろうな、すごくこう初期のこう開け始めがバーンって老けちゃって、すごいこう発進が難しいみたいなことはないですね。でさっきまたがってる時にね、この車高が変わる感じっていうのをすごく、どうも感じっていうのをすごく感じたので、それもねちょっとね走行中にもやってみたいなという感じはしますけれどね。まあよく言うね、このクイックシフターの出来がもうほんと秀逸ですよね。しかしね、この B モードでサスペンションがソフトなんですよね。これ今ねちょっとこう道に文字が書いてあるところでダカダカするじゃないですか。全く来ないね。これすごいよ、この乗り心地は。こんなのはねあれ以来だね。トレーサー 9GT、 あれも伝札じゃないですか。すげえなと思ったけど、感覚的には近いというか、もうそれ以上かもしれないね。これは全く感じない、路面の凹凸を。すごいわこれ。これ硬くすると感じるのかね。ちょっと硬くしてみようか。ハードにしました今。あ、違う、結構コツコツくるね。あー全然違うんだ。すげえな伝札って。あー気になるな。やっぱこれは気になるぞ。ステップの位置、足つきがそんなにいいバイクじゃないのに、こんだけこう足を下ろすところにドンピシャでふくらはぎに刺さるところにやっぱりあるとちょっと気になるね。しかも重たいバイクじゃんこれ。まあそんな感じだけどね、重さは。CL500 乗った時になんて邪魔なところにあるんだろうって思ったけど、これも邪魔だね。もうちょっと何か変えてくれればいいのにな。スワラーだからもうちょっとステップ前にあってもね。いやーでも今この場所いい場所だなこれ。して音がいいね、4気筒の音が別に僕4気筒のバイクが大好きだっていうわけじゃないんだけど、刀乗った時にも思ったけど、こののぶとい音ね、これはいいよ。150馬力っていうねこの馬力でね、前乗った刀がバイワイヤーじゃないマイナー前のものなんで、結構こう気を使ったところは多少あるんだけど、これは全く感じないね。あー結構ゴツゴツくるね。今のところのこうマンホール的なところちょっとわざと乗っかるけど、あーくる。やっぱねこのハードにすると全然違うね。で C モードにしてみようかな。街中だけど。さあどうだ。あ、うわすごいすごいよ。すごいマイルドになる。っていうかマイルドすぎるんじゃないこれ。すごい、全然違う。街中やっぱりこんだけパワーあるから C がいいけど、 B ももうめちゃめちゃに扱いやすくなってるんで。けどなんか全回時は同じらしいんだよね、 A も C も B もね。あーすごい、全然滑らかすげえぞ。今のところ気になるところって言ったらもうそこだけだな。このステップ位置だけだね。ちょっと A モードで発進だけしてみようか。 A モードになるとサスペンションもハードになりますね。気になるところね、これでちょっと走行後に画面を切り替える前に今気になることを言おうと思ったんだけど、シートはどうだろうな。割と細身ではありますね。で担当の方が言ってたけど、尾てい骨が痛くなるってなんとなく分かる気がする。結構シートがこうね、こういうシートじゃなくてこうちょっとこう丸みを感じるのね。
で丸みがあるってことはこの頂点の部分に強くその尾てい骨の部分が当たるんじゃないかなと思うんだよね。足つきもまあ僕164センチで、両足でもつま先母子球までついちゃうし、片足だともっと土踏まずに近いところまでつくから、あんまり感じないんじゃないかな。これ足つきが悪くてどうしようもないみたいな感じはしないけどね。A モードは全然問題ないけど、でもやっぱり結構感じる。何感じるんだってアクセルレスポンスの月でですね、今4速で、40キロぐらいなんですけど、この時でロー RPM アシストもなんか唐突にこう回転が上がったりとかしないですね。今クラッチ握ってて離すと少しアイドリングが上がるんですけど、そんなね唐突な感じはしないから扱いやすいかも。で今 C モードね。で4速で40キロちょっとぐらいね。ここでちょっと開けてみようか。これね、もちろんガボンってこう全開までいっちゃうと同じなんですけど、このフッて開けた時のこの優しさが全然違う。いやすごいな、乗り心地がすごいわ。ソフト B モードソフトだと何も感じねえわ、路面の凹凸を。とりあえずこれから高速のインプレッションとか始まるんですけれど、高速乗るんですけど、その前にね、全部今日走って200キロ弱走った後に自分の体がどういうふうにこう消耗してたりとかするのかっていうのをまたお伝えするので、これ一旦走行後に画面を切り替えるんですけども、その前にまとめとして気になるところとしたら、ちょっとステップ位置の悪さだよね。難しいな。ステップ位置がここだから通常のライディング時のポジションがめちゃめちゃいいっていうこともあるですよね。要は真下にあるってことだから踏みやすいしね。だからいいか悪いかってなかなか難しいんだけど、足つくっていうことだけで言うとすごく邪魔な位置にステップ位置があるぞっていうところがまず1個ですね。でクラッチは8インチしかつかないんですけど、僕の VFR800X がシフトダウン時にクイックシフター入らないから握るんですけど、その癖でたまに握っちゃったりとかしてるけど、通常はアップダウン両方ともクイックシフター入ってるんでいらないので、じゃあクラッチどうかっていうとね、クラッチの重さね、全然重くないですねっていうか俺の VFR がちょっと重たすぎるっていうのもあるんだけど、全然重たさも感じないです。でブレーキも街中で乗ってる分にはもうすごく扱いやすい。僕大体中指1本でかけるんですけど、ほとんどそれでなんか効かないなとかっていうのも感じないですね。当たり前だけどね、こんなバイクで効かなかったら困るんだけど、でやっぱりさすがのバイワイヤーでめちゃめちゃアクセルも軽いし、ライディングポジションもほぼほぼ直立で、どこにも負担がない状態ですね。最終的に僕の身長164センチだとちょっと前に倒れてるのかなみたいな、いつも言ってるように座りのいい場所ですねに座った状態です。すげえ前とかじゃなくて、座りのいいところに座って、そういうポジションですね。まっすぐ手伸ばして直立で下ろしてきて、ちょうどここのね豆ができるところが当たるから、ここからこう握るとここまでちょっと下がるのね。その分がこの分がこう前に倒れてる、前傾とは言わないと思うんですけど、そういう感じだと思います。ではね、これから高速乗って、レビューしてくるので、一旦ここでね200キロ走行後のね、多分6時間ぐらい乗ると思うんで、走行後に切り替えたいと思います。まさちゃんの動画。はい、というわけでですね、走ったね、今ね4時半過ぎなんで、10時12、1、2、3、4、6時間半ぐらい走ってます。ほぼほぼ乗りっぱなしかなっていう感じですね。で走行距離は182キロ現在、あと10キロぐらい走るので、200キロ弱、200キロぐらいなのかな、200キロちょっとかもしれないですね、今日の走行距離は。そしてですね、最初に
言った通りネガな部分をほとんど感じなかったんだけど、この最初に言ったステップ1ね、ステップ1に関してはやっぱりね、ちょっとこう邪魔であることは間違いない邪魔であることは間違いないんだけど、もうだってさ、こういうもんじゃん、もうしょうがなくない？もうこういうもんだから、足つきゃステップの先につくしかないから、可能性があるとしたらステップの前なんですよ。ステップの前なんだけど、こう例えばこう動いてる時にこうさっとそこにつけるかっていうとね、やっぱちょっと踏ん張りづらいところなんだな、ステップの前って。ステップの後ろの方がまだ踏ん張れるかなって感じするけど、後ろだと相当こう前のめりにならないと後ろ届かないから、やっぱりこう自然にスパッとこう出すとやっぱステップの外になると思います。ただそれを差し引いてもすごく足つきが悪いかっていうとね、そうでもないのよ。これね、最初に言った通りトレーサー 9GT が結構ライバルになるかなと思うんですけど、トレーサー 9GT の方が足つき良くないと思う。すごい三角形でお尻の後ろの方がすごい幅広で、昨年乗ったレンタルバイクでは一番お尻が痛くならなかったのよ。なのでめちゃめちゃいいシートだった。でしかもトレーサー 9GT の場合にはコンフォートシートあるよね。コンフォートシートあるからさらにお尻痛くならない仕様になると思うんだけどね。でこれはね、ちょっとお尻が痛くなったかどうかはちょっと待って大事な情報なんでちょっと待って。でそのシート形状が、この子はですね、割と細いまでじゃないんだけど、割とこうスリムだと思いますよ、このクラスのバイクにしたら。でスリムで割とこう丸みがあるシート、まっすぐじゃないよね。クロスカブはまっすぐで幅広だから痛くならないんだけれども、これはねまっすぐじゃないの、ちょっとね丸みがあるんですよね。でそれによって足つきが非常に良くなってるという感じはします。まず最初のステップ1によって足つきがすごく悪いんじゃないかなみたいなところは、確かにそれによって足つきが非常に悪くなっている。これは足つき取り回しポジションチェックを見てください。これによって、このステップ1によって足つきが悪くなっていることはこれは間違いないけれども、かといってじゃあ問題かというと、もうこういうものだと割り切るしかない。ステップの1なんてもう変えてくれないから、これもうそういうものだと思って割り切るしかないけど、それを差し引いてもそんなにこうやばいぞっていう感じの足つきではないですね。そして今これ曲がったんですけど、このね旋回性能、これはねやばいね。こんな大きい車台でも U ターンとかそんなに全然気兼ねなくって言ったら嘘です。これはやっぱり構えるよ、構えるけど、いざ U ターンしてみると、曲がれるか曲がれないかみたいなすごい狭い路地で U ターンしろって言われたら俺もそれはすごい嫌だけど、普通に今みたいなところ曲がったりとか、コンビニの駐車場内でぐるぐるって回ったりとかする分には非常にやりやすい U ターンが。それがね、車体の構成がそうなのか、それか電サスがすごくいいのかちょっと分かんないけど、とにかく小回り非常にいいです。 U ターンもしやすいです。そして傾いた時非常に安定感ある。奥多摩周遊道路で走ったワインディングを見てもらえば分かりますけれども、もう非常にコーナーはもう異常にいいね。こんな気持ちいいバイクあるんだろうかっていうぐらい気持ちよかった。僕の乗ってる VFR800X と結構車体構成とかやっぱり同じアドベンチャーで17インチのバイクっていうのは同じような感じになるとは思うんですよね。なるとは思うんだけど、それにしてもね、VFR よりもやっぱり一回りコンパクトだし、20キロ以上軽いし、非常にコーナリングはいいの。これはさらにね、やっぱ電サスよね。電サスがこれすごいわ。もう全然高速の継ぎ目とかもダーンって来ないし、もうふわりって感じね。でコーナーもね、こうすっごいフロントが粘る。実は刀と同じじゃん、このエンジンも。フレームも多分同じなのかなと思うんだけど、フレーム違うのかね、よくわかんないけど、刀ってこうクーッと倒れて開けた時にちょっとスッと前出るんだよね。
でそれが僕はうまくコントロールできなかったんだよね、刀の時に。でもうちょっと寝かせられればクッと入ってくるんだと思う、刀も。だけどこれはその自分の感覚とアクセルをグッて上げた時のこの寝てる感じと旋回性が全部一致するんだね。これは自分がこういうバイクの操作性が好きだからっていうのもあるのかもしれないし、電サスのセッティングがすごくいいのかもしれないし、それ何だか分かんないけど、とにかくフロントリアともに接地感が素晴らしくて、すごくこうスピード域が上がってない状態でも曲がって開けた時に前後のサスですごく踏ん張ってる感じがありますね。刀はね、残念ながら僕は乗りこなせなかったんだよね、その辺が。もちろん法定速度で走ってる分には全然平気なんだけど、ちょっとスピード領域が上がった時にすごくそういう感じがしたんですけど、この子はそういう感じが一切ございません。そして重さも大して感じないかな。もちろん軽いバイクではないので止まってしまうともちろん重いんですが、走っている感じで重たい感じは一切しないし、それからスロットルバイワイヤーじゃないですか。これのね150馬力もあるバイクなのに発進がすごくダルだったりとかっていう言い方がすごくちょっと語弊があるかもしれないけど、初期のアクセルレスポンスが多分ダルに作ってある、特に発進の時はちょっと今クラッチ切りますけど、この初期に開けるじゃん、スタートの時に。ここがすごくダルに作ってあってめちゃめちゃ発進しやすいです。アクセルファファファーみたいな感じにならないし、これはね A モードも B モードも C モードも全部同じ。 A モードだからクイックなこのアクセルレスポンスになるかなと思ったけど、発進してる時は全然そういうのは感じないです。でこのメーターの操作、この集中スイッチですね、これもね官能的に使えます。僕1回見ただけでもう全部覚えたんで。それとこのサスペンションの硬さとか、これも非常に変わる。電差すごいわ。でソフトがやっぱりいいかな。僕の体重だとソフトが一番いいかな。ハードだとやっぱりゴツゴツっていうわけじゃないんだけどね、やっぱり僕はこの手のバイクはやっぱり乗り心地がいい方がいいと思うんで、やっぱりソフトの方が電サスのね、なんていうのかな、このポテンシャルというのを発揮しやすいんじゃないかなと思うし、で2人乗りしなかったから分かんないけど、このサスペンションの高さ、オートモード、1人乗り、それからパニアケース、それから2人乗りっていう風にこう車高が変わるんですよ。でこれは2人乗りが一番車高が高くなるんですけど、2人乗った時にぐーっと沈み込んでちょうどいい高さになりますよっていうことだと思うんですね。硬くなるのかなと思ったけど、硬くなるわけじゃないです。柔らかいまま上にスーッと上がりますね、車高が。これも素晴らしいんじゃないかなと思いますね。それからクイックシフターの操作性も素晴らしいんだけど、まだこの車両がそれ何キロ走ってんだろう。871キロ、僕が600キロで650キロぐらいで渡されたので、200キロぐらい走って871キロになりましたけど、若干ねクイックシフターの操作性というか、このなんていうの、こうシフトアップしたりダウンしたりとかした時の反応とかはめちゃめちゃいいんだけど、もしかしたらまだ慣れてないのかもしれないけど、硬く感じるね。特にアップ側、高速とか乗ってる分にはねシフトダウンもアップもしないから大してあれだけど、一般道で淡々と長い距離走った場合にガチャガチャやると、足のその甲の部分ね、親指の上がもしかしたら擦れて痛くなるかもしれないし、ちょっと履いてる靴が今日ちょっと夏用の柔らかいやつなんだわ。これ太一さんの太一さんじゃねえな、これラフ&ロードの涼しいやつね。ちゃんとガードついてますけど、これとかだとちょっと痛くなるかもしれない。長く乗ってるともうちょっとブーツしたものの方がこの硬さが続くんであればいいかもしれないですね。ただ操作性、その反応とかはもうめちゃめちゃ素晴らしいです。で高速クルージング時のね、このウィンドプロテクションもね素晴らしいです。で高速道路のところを見ていただければ分かるんですけど、これって上が平らで下がちょっと絞れてるシールドじゃないですか。でこれってトレーサー 9GT も同じ感じで逆三角形の下がちょっとこうつぼまってる感じの
シールドになるんですけど、これはねすごくいいです。この形かっこいいか悪いかはこれはもう個人の判断なので、僕はかっこいいと思いますけど、この高さ、これねもうちょっと高くできるんですよ、このネジで。これね動かせたらいいんだけどね、あと5センチぐらい高くなるから、そうするともうちょっとおでこの上あたり、僕の身長164センチで目の上から当たってくるようになるんだけど、これね一番下だと思うんだよな。そうね、これでね一番下なの、シールの高さが。これだとね、僕の身長でも目から眉毛あたりから風が当たってきます。なので割と風切り音がすごくするなという感じはした。ただこれ上に上げれば全然問題ないのと、上げたところでなんかこの上のねこの境目が視界の邪魔になるとかっていうこともないです。なので上げちまえばいいと思います。もっと背が高い人だったら多分社外品でロングスクリーンとか出ると思うんで、変えてあげれば全然問題ないかな。でここの横幅が広いので、肩ぐらいにからはちょっとそよそよ風は当たるんですけども、まあ全然問題ないかな。すごい風が当たるぞみたいなことはないし、膝から上も大して当たんないね。下から下は割と当たるんで冬とかどうかなと思うんですけど、まあその辺はね高速道路の動画をね、インプレ動画を見ていただけたらいいかなと思います。そして今日ね26度ぐらいあったんですけど、まだ真夏ではないんですが、この排熱やっぱり100度を超えると空冷ファン回り始めるんですけども、ここの隙間から、ここから結構風がふわーっと来る、こう顔あたりに来る感じはあるのと、それから特にね右足なんだけど、このすねの部分に結構当たってきます、熱いのが。でこれはねエッセン GX が悪いんじゃなくて、もうこの辺のバイクは仕方なくない？どう考えてもやっぱ発熱量高いし、150馬力を超えるエンジンなんでね、熱量なんか高いね、当たり前だと思うのね。で俺の VFL800X も普通のパンツとかで乗ってると、夏の高速とかね、もうねこう暑くて、よくあるガニ股親父みたいな感じで乗らないと、もう本当暑いのよ。だからこれはもうバイクのせいじゃなくて、まあ、そういうもんだろうなという感じがします。はやぶさも暑かったしね、 CB1300 スーパーボルドルも暑かったな。でも今までで一番暑かったのはね、実はね言ってほしい、あれなのよね、 CRF250 が一番暑かったね、右足だけ。あれは何だったんだろうな、よくわかんないけど、メーターも見やすいし、こう今みたいな端のところもめちゃめちゃしやすいし、もうねシフトのこの反応もめちゃめちゃいいし、ほんとネガな部分を感じないですが、最後ですよ、皆さんが気になってること、気になってるでしょ、早く言えてケツですね、ケツ。シートが約7時間僕が走って痛くなったのかならなかったのか、どっちなんだい。鈴木 GSX エッセン GX を検討中の皆様、マサチャンネルのお尻が7時間乗って痛くなったかどうか、いきますよ、微妙ですでこれはね、僕が乗ってる VFR800X も実はケツが痛くなるのよ。でなぜ痛くなるのかで僕は大体分かってるんで、じゃあどういうふうにすれば痛くなくなるのかっていうのも僕は分かってるんですよ。なので痛くなく乗れるから、だからこの GX も痛くなく乗れてるので、それを説明受けたいですか受けたいですよね。これはね現実的に簡単な理由なんですよ。シートがまず割とこう細身である、それから丸いシートであるっていうことが痛くなる原因ではあるんですけれども、ちょっと待って、一回ここ止まるね。これね若干ね、ほとんどのバイクそうなんだけど、座面が前に傾いてるじゃない。ちょっとこういう風にすごく傾いてるわけじゃないんですよ。ちょっと前に傾いてるのね。
そうするとどうしても座るときにこの前方のこの一番細いところに座るように要求されるのよ。そうそうそう。あとこれ今ねちょっと発信しようとしてるんですけど、こういうところでねロー RP アシスト、ロー RPM アシストね、非常に僕は便利だと思います。それでは最後の燃費報告に行きたいと思います。はい、給油給油。タンクは普通の形状かなですね。普通ですね。さあどのくらい入るか。あ、これはすぐ当たっちゃうやつだ。あんまり深くノズルが入らないタイプだね。怖いな、あんまり入らないから。これ入れづらいかも。ちょうどねこの蓋のところ、蓋の下のところまでね入れました。これは普通に買っちゃうんだよね。よし OK。ですね 11.5 リットル入りました。で今日の走行距離が195キロ。ここまで 195.5 割る 11.5 は17です。これをいいと見るか悪いと見るか。まさちゃんの動画。でもバイクなんてさ娯楽だからいいんじゃん、悪くてもリッター3とかじゃないからね。ということでファーストタッチ総評燃費報告の動画はこれでおしまいになるんですが、最大のライバルであるトレーサー 9GT どうかな。僕両方乗ったんでどっち欲しいかなっていうね感じで言うと、本当に互角だと思うよ。本当に互角だと思う。パワーはもちろんこっちの方があるけど、トレーサー 9GT もやばかったからね、あれでね、音もいいしね、もちろんこれ4気筒の音も素晴らしいけど、いやー 9GT ののぶとい音もすげえ良かったな。操作性もほんとどっこいだね。ほんと気持ちいい。向こうも電サスだったしね。ただね本当に難しいね。どっち選べって言われても俺は選べないな。もちろんねアダプティブクルーズコントロールが欲しいって言ったら向こうになっちゃうんだけど、なんかぶっちゃけ足回りはなんかこっちの方がすごい粘ってて気持ちいい感じがする。足つきもこっちの方がいいかな。ただやっぱりシートで言うと向こうかな。これにプラス 1.5 センチ高くなるけど、コンフォートシート入れたらどうなのかね。ちょっと気になるところではあるけど、 1.5 センチぐらい高くなっても別に大丈夫じゃねえかなと思うんだけどな。でもさ845になるわけでしょ。高いよね845は。大丈夫っちゃ大丈夫だけど、個体差かもしれないけど、シフトヒールで言うとトレーサー 9GT の方がこんな硬くなかったかな。ただマサチャンネルがどっち買いますかって言われたら、ヤマハ車を所有したことがないのよつうことで悩んだらトレーサー 9GT 行くけど、いやほんと捨てがたい。これめちゃくちゃいいよこれっていうところでね、ちょっと渋滞にはまったんでここで締めたいと思います。 GSX-S1000GX のですね動画はですね、このファーストタッチ総評燃費報告の動画を含めて4本構成となっております。足つき取り回しポジションチェック、それから高速道路、それからワインディング、それとこの動画ですね。こちらですね全部見ていただけますと、トレーサー 9GT に関しては全てわかるんじゃないかなというふうに思います。でまたね、まだこう見れない場合、非公開になっている場合はですね、まだ公開日になってませんので、公開日を待って見ていただけたらなというふうに思います。そしてですね、もう一個だけ重要な情報があります。マサチャンネルはこの動画だけではございません。たくさん皆様のためになる動画アップしております。この後流れるチャンネル紹介動画をご覧になられて、チャンネル登録にですねご協力いただけたらなと思います。なぜこんなにお願いしているかというとですね、レンタル1台2万かかるんですよ。で昨年20台レンタルしまして、マジで死にかけたんですねなのでわずかな
広告収入がですね、非常に助かっております。ですのでですね、皆様のご協力、熱き声援でですね、たくさんバイクをマサチャンネルに乗させてください。ということでですね、この辺で終わりたいと思います。それではマサチャンネルこれにて失礼いたします。さようなら。